はいどうも、ゆちチャンネルです。今回は順当にいけば来年2025年3月に行われるであろうレクサス NX の年次改良予測を当チャンネル独自の視点からお届けしたいと思います。とは言っても今年はトヨタの不正認証騒ぎでことごとく新型モデルの発売延期ですとか年次改良予定車両も改良時期が後ろ倒しになってしまうというレクサスにとっても波乱の年となりました。思い出せばちょうど1ヶ月前ですか。マイディーラーに行った際に担当の営業さんが今は販売できる車両がなくて困ってます。NX と LBX が唯一の主力商品ですとポロッとねおっしゃってたのを思い出します。しかしその一方で NX だけにフォーカスしてみれば今年の年次改良を経てさらに人気に拍車がかかりましたよね。それだけ今年2024年の年次改良内容が魅力的であった裏返しでもあります。なんて言ったって数ある車種の中でも NX は上半期新車登録台数35位にランクインしてますからね。しかも 350H だけで全てのパートレを合算したらもっと売れてるわけです。そして数ある改良内容の中で特に印象的だったものといえばまず F スポーツモデルに待望のヘーゼル内装が設定されたことです。しかもルーフライニングやピラーまで全てヘーゼルカラーになるという2023年まではバージョン L でしか選べなかった限定カラーの解禁とバージョン L 同様内装全てがヘーゼル一色になるという神改良が来たことです。それだけではありません。イルミ関係で言えばリアアウタードアハンドル部への照明追加やアンビエントライトの光量アップ、これも個人的には嫉妬するレベルで羨ましい改良だったと思います。キントファクトリーのアップグレードプログラムでは約10万円もする価値となってますからね。また RX のリアアウタードアハンドルはもともとウェルカムライトで光る仕様でしたが NX にもそれが実装されたことによってより一層高級感が増しましたし、アンビエントライトに関しても以前から言われていた光量不足、シフトを D レンジに入れると自動で減光してしまうことによる不満も解消され、また一歩輸入車のようなきらびやかさも手に入れたと思います。また新たに追加設定されたオーバートレイルモデルも世間の目を引くきっかけとなったように感じます。ですので来年の年次改良にもおのずと期待が膨らんでしまいますよね。ですがもしかすると RX の年次改良が後ろ倒しになったようにNX の年次改良時期もずれ込む可能性は大いにあると思います。ですが、改良自体は確実に来年2025年行われると思いますので、今回は私の期待値も込めた上で、つれづれなるままに勝手気ままに考察していきたいと思います。お時間ある方、ぜひ最後までお付き合いのほどお願いします。また、皆さんの2025年 NX 年次改良予想なんかもよかったらコメントで教えてください。貴重な情報を持っていらっしゃる方がいれば、ぜひ皆さんへ情報共有お願いいたします。ではまず、個人的に改良及び追加設定される可能性が高いと思うもの、一つ目はこれです。当然、12.3 インチフル液晶メーターですよね。もうこれはね、確実に来るかと思います。当初、2024年3月の年次改良で実装されるのではと期待されてたんですが、結局は見送りとなってしまいました。しかし、現在 RX の年次改良時期真っ最中となっており、2025年モデル北米仕様の RX 年次改良概要が今年の8月に発表されました。その内容にも2025年モデル北米仕様の RX にはフル液晶メーターの採用が決定してます。したがって日本モデルにおいても今回の改良でフル液晶メーターが採用される可能性が高いと思われます。RX に来るならもう次は NX しかないわけです。だってこれで RX にフル液晶メーターが採用されたとしたらレクサスの SUV の中で LX を除けばフル液晶メーターが採用されてないのは NX だけですからね。LBX にも UX にも採用されてますし、もし2025年の年次改良でもスルーされることとなれば大惨事だと思います。NX はレクサスの SUV の中でも主力商品ですので、これはね、硬いと予想してます。また、メーターのデザインは LBX や UX と同様となる可能性が高いと思われます。
クラスポの方が液晶に表示できる情報量が多いようですが、クラスポと同じ液晶メーターには、きっとならないんだろうなと思います。2つ目。これも1つ目と同様に皆さんも予想されていると思います。そう、アドバンストドライブになります。こちらも今年2024年3月の年次改良のタイミングで実装されると思われてたんですが、結局ね、見送りとなってしまいました。ですので、フル液晶メーター採用に合わせて、アドバンストドライブも同時に設定される可能性が高いと私は思っています。最近発売されたトヨタの新型車両にはほとんど採用されてますので、これでさらにね、延期となってしまったら、レクサスのブランド価値の低下を招く要因にもなりかねません。国産高級車メーカーとして、この辺で何としてもトヨタの後追いをしているイメージを払拭してほしいなと思います。先進装備は結局トヨタに負けてるといったことがないように、レクサス社には常に最先端の予防安全装備や最新機能の設定をいち早く導入してほしいなとオーナーとして思います。レクサスオーナーとして特別感をそういった部分で感じさせてほしいかなと思います。続いて3つ目はというと、レクサスセーフティシステムプラスのアップグレード、機能追加が行われるんじゃないかと予想してます。レクサスセーフティシステムプラスとは、交通事故による死傷者を減らすため、車両への追突、歩行者、走路逸脱、交差点での出会い頭の衝突など、4大事故形態に対応した予防安全パッケージのことです。予想される機能についてなんですが、おそらくセカンダリーコリジョンブレーキ、後方車両接近告知、周辺車両接近時サポート、このあたりが追加になる可能性が高いと思われます。これらの装備はクラスポでは全て標準で設定されてますし、現行 RX、現行 LBX にも全て標準装備されている機能です。ですので、そろそろ NX にも実装されるのではないかなと思われます。また、アドバンストドライブが装備されることによって、必然的にドライバーモニター連携の機能も追加になると思われます。続いて4つ目は、フロントデザインの軽微な変更となります。具体的に言えばですね、外観デザインにユニファイドスピンドルグリルを採用するということです。レクサスは2019年にレクサスエレクトリファイドを発表し、電動化戦略を進めています。その中で誕生したのが 100%EV 車の先駆けともいえる RG です。その RG で採用されたのがスピンドルボディです。ガソリン車と違って内燃機関を積んでいないため、ラジエーターを冷やす開口部を必要としないことから、できるだけ空力性能を向上させつつデザイン性も兼ね備えたグリルデザインの開発をしていた中で到達したレクサスの一つの答えがスピンドルボディでした。現行 RX のグリルもその一部かと思います。そのデザイン性を残しながらも、既存の内燃機関を持つ車両に対しても効率のいい形状を模索した結果、採用したのが現行 LBX に採用されたユニファイドスピンドルグリルとなります。とはいえ、私もにわかの知識ですので、認識が間違ってたらすいません。今後はこのようなスピンドルボディとスピンドルグリルが融合したユニファイドスピンドルグリルがレクサスのフロントマスクのスタンダードになるであろうと予想されています。ですので、NX がフルモデルチェンジしてから早3年以上が経過している今、ここで外観デザインにも若干のテこ入れがあるのではないかと予想しています。発表当初はこのデザインに関して様々な異論が唱えられたこともありましたが、現在では少しずつ浸透してきているのかなと感じます。もちろん人によって好みが分かれるとこだとは思いますが、レクサスが電動化戦略を謳っている以上、昔のようなスピンドルグリルに戻る可能性は少ないのではないかなと思われます。皆さんはスピンドルボディですとかユニファイドスピンドルグリルのデザインは好きですか？ぜひコメントで教えてください。もちろん毎度のことながら基本的な車両性能の改良が行われることは言うまでもありません。ということで、レクサス NX2025 年年次改良予想の大本命4選お伝えさせていただきましたが、いかがだったでしょうか？と言いたいところなんですが、
ここからは改良としてくる可能性はそこまで高くはないけど、私が個人的に来てほしい改良についても話しておきたいので、もう少し付き合っていただけると嬉しいです。いや、本当にね、NX が好きなんですよ。ついついね、いろいろと熱く語ってしまいます。ってことで、ここからは個人的に来たら胸熱間違いなしの改良項目を8つ紹介します。まず1つ目は DRS ですね。NX ってミドルクラス SUV なんですけど、実際小回りは効かないんですよ。RX と比べても最小回転半径は 0.1 メートルしか変わらないですし、DRS も今回の RX の改良で全グレードにね、標準装備となれば、もしかしたら NX にも装着されるかもしれないので、少し期待はしています。2つ目は、絶対に来ないとは思うんですけど、助手席前にもモニターが装備されたりなんかしたら最高ですよね。フロント席が液晶とナビ画面と、そして助手席のモニターと、3モニター製になったらもう見栄えめちゃめちゃいいと思いませんか？ 3 つ目はパワトレの追加です。希望としては現行 RX500H に搭載されているパワトレ、2.4 リッターターボとバッテリーを組み合わせたエンジンを搭載した新規グレードの追加です。言うなれば NX500H F スポーツパフォーマンスとでも言いますかね。特別使用者としてでもいいので、ぜひ導入してほしいかなと思います。NX の車格と車重であれば、きっと爽快な走りをしてくれること間違いないかと思うんですよね。価格はそうですね、本体価格800万でどうでしょうか。レクサスさんよろしくお願いします。4つ目はボディ色がバージョン L であってもホワイトノーバガラスフレークが選べたり、F スポーツであってもソニッククォーツが選べるようになるといいです。バージョン L 乗りとしては F スポーツでしか選べないホワイトガラスフレークの純白の白さはちょっとね、憧れてしまいます。まだまだあります。5つ目は後席足元にもアンビエントライトを追加してほしいですね。間接照明はないよりはあった方がいいんですよ。大は小を兼ねる的な考えです。6つ目はオートブレーキホールドのメモリー機能です。これも先ほどと同じで、ないよりはあった方が絶対に利便性良くなると思います。いらなきゃオフにしときゃいい話ですからね。7つ目はハイマウントストップランプの一文字化です。クラスポやハリアーを見てて思います。やっぱりね、上部の一文字ランプがあった方がパッと見た感じインパクトがあって光る部分が多いのでね、かっこいいなって思います。最後8つ目はイージークローザーです。 NX は気密性の関係からか後席ドアが結構半ドアになりやすい気がします。せめてね、後席だけでもイージークローザーがつけばハンドアリスクも軽減されてオーナーとしては助かります。ということで早足ではあったんですが、今回は2025年 NX 年次改良予想と個人的に来てほしい胸熱改良について考察してみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんは NX に来たら胸熱っていう改良はありますか？ぜひマニアックな回答から面白回答までコメントに残しておいてくださいね。皆さんと一緒に NX について熱く語って盛り上がろうではありませんか。最後までご視聴いただきありがとうございます。こんな感じでですね、当チャンネルではレクサス関連のあれこれや気になる車両の比較系動画など勝手気ままにチェックし配信しております。ぜひチャンネル登録といいねで今後も応援よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。